数々のイケメンランキングにランクインしたことのあるテテは、そのイケメンっぷりで大人気です。端正な顔立ちからクールな印象を受けますが、実はとっても温厚で優しい性格をしているのをご存知でしょうか。今回、テテが怒った時、温厚なテテがアーミーに怒った時をお届けします。なんと穏やかなテテがファンに向かって怒ったことがあるといい、その理由がマナー違反の迷惑行為だったことが明らかに。一体テテが怒った内容とは？詳しく調査しまとめてみましたので、ぜひご覧ください。テテは温厚な性格。第一印象と実際の性格が違うアイドルの一人にも選ばれたことがあるテテ。まるで漫画から飛び出てきたようなビジュアルにまず引き込まれますが、温厚で優しい性格を知ることでもっとテテのことが大好きになります。テテには他の人とは何か違う空気が流れているような独特の穏やかな雰囲気を持っていますよね。ファンやメンバーはもちろんのこと、周りにいるスタッフの方たちにも優しく接しているのです。実際に韓国の記者から最も謙虚なアーティストとして選ばれるほど人柄の良さに定評があるテテ。空港などで記者たちに向かって深々とお辞儀をしたり、嫌な顔をせずポーズをとったりとサービス精神旺盛です。テテは外見だけではなく内面もイケメンということですよね。テテが怒ったアーミーの行動。温厚なテテがなんとアーミーたちに怒ったことがあるという衝撃的なエピソードをご紹介します。なぜテテが怒ってしまうようなことになったのでしょうか。年下アーミーがダメ口で話したとき、2017年6月23日に滞在先のホテルからプライブで生配信を始めたテテ。ファンたちのコメントを真剣な顔で読んでいたテテは、ある質問に目が留まりました。それは、高校生なんだけど、就活面接を受けるときにすごく緊張しちゃうんだけど、どうしたらいいかな、テヒョン。と、高校生のファンと思われる人物からの質問。テテは、高校生なのに、どうして僕のことをテヒョンと呼び捨てにしてるんですか？と、不思議そうな顔を覗かせていました。韓国は日本以上に年上の人を敬う風習が強く、ましてや呼び捨てにするなどはあってはならない行為だと考えられています。テテはなぜ自分が呼び捨てされたのか納得できずにいましたが、ついに答えを見つけ、アメリカに住んでるんですね。と発言。考え出した結論が、このファンはアメリカに住んでいるから、自分のことを呼び捨てにしたというものだったのです。アメリカではそうですよね。いいですね。アメリカマインド、好きですと、年齢に関係なくダメ口で話すアメリカ文化に、肯定的な反応を見せていたテテ。普通ならスルーするか、ファンが親しみを持って呼んでくれていると飲み込みますが、さすがのテテはマイワールド全開の回答でしたよね。何事にも肯定的な考えを示すテテを見習わなければと思ったエピソードでした。空港でアーミーが非常識な行動をしたとき、海外へ出国する際、毎回空港で大勢のファンたちに取り囲まれる BTS メンバーたち。一目見ようと集まってくるファンたちに、BTS メンバーたちが危険にさらされることもあります。2018年に台湾へ出国する際、メンバーたちのそばでマナーの守れないファンの非常識な行動が目立っていました。すると、このファンの行動に耐えきれず、怒りをあらわにしたテテの様子が、間近でスマホを構え、動画や写真を撮り続けるファンに対し不快を感じたテテは、自身の横で撮影していた女性へスマホを向けたのです。スマートフォンを向けられた女性は、顔を背け、テテから距離を取る様子が映っていました。その後、女性はスタッフと見られる男性に注意されているような姿も確認され、
どれだけ悪質だったかが伺えます。テテは、スマートフォンをポケットに戻し、足早に歩いていましたが、その表情はとても険しく、テテの不快感が手に取るようにわかるほどでした。普段、温厚なテテが我慢できなかったのですから相当だったのでしょうね。写真を見る限り、他のメンバーたちからも精神的疲労を感じました。また、この日、空港でたくさんのファンの方々が倒れて怪我するのを見たくありません。メンバーたちも怪我をしないといいし、アーミーの皆さんも怪我しなかったらいいです。集まりすぎるとみんなが怪我をします。よろしくお願いします。とテテらしい率直なメッセージを残し、ファンに注意を呼びかけましたよね。これを機に、ファンたちの間では、空港では節度を守り、メンバーたちを見送ろうという声が広がったのです。飛行機内の座席に近づくアーミーの行動。BTS メンバーたちが苦しめられているのが、迷惑なファンたちが飛行機に同乗してくる行為です。空港での出待ちや至近距離での撮影だけではなく、同じ便や隣の席を確保し監視してくるとのこと。2019年にテテがブライブでの生配信中にその恐怖体験を明かしていました。私たち全員のために僕は話しています。と話し始めたテテ。現在、プライベートジェットを使用していますが、実際には民間航空会社のに乗るのが大好きです。しかし、短距離であろうと長距離であろうと、飛行するたびに、私たちの座席を事前に見つける人がいます。彼らは、私たちの前、または私たちのすぐ隣に座っていましたが、それは私たちを少し不快にしました。まあ、正直なところ、彼らにはそのような行為やめてほしいです。わーい。本当に、と、注意喚起と恐怖をあらわにしていました。そこまでやるのかと、怖くなります。本当に怖いですと、本音も漏らしていましたよね。また、このようなことが続くので、BTS は自家用チャーター機で移動することになったとのこと。ファンのことが大切だからこそ、度の過ぎた行為をやめてほしいと伝えていたテテ。彼の気持ちが伝わることを願うばかりです。2019年7月14日 J-HOPE の画像を投稿したアーミーに、2019年7月14日にファンコミュニティサイト Weverse にてファンとの交流を楽しんでいたテテ。そんな中、テテが BTS メンバーをバカにしたような写真を投稿したファンに注意をしていたのです。はじめは、仕事の面接を前に緊張しているファンにアドバイスを送るなど、ファンとの対話を楽しんでいました。しかし、メッセージの中に、J-HOPE が変な顔をしている写真を面白おかしく使った投稿が、それを見たテテは、僕たちのヒョンを守ってください。おかしな写真をアップするアーミーには返信しませんとピシャリ。メンバーのことを大切にしているテテは、この投稿が許せなかったのです。人を傷つけるような投稿はしてほしくないと、勇気を持って注意しているテテは本当に素敵でしたよね。テテのコメントを見たファンたちは、ファンの投稿を見てテテが怒っている。ヒョン思いな弟だね。愛おしい。テヒョンのコメント。怒ってるけどメンバーを思っているがゆえの行動だよね。大好きなアーミーにもちゃんと注意をして本心を伝えるのは信頼がある証拠だ。と称賛の声がたくさん届いていました。私たちにとって BTS と交流ができる身近なコンテンツが Weverse です。基本的にどんなことを投稿してもいいのですが、メンバーたちが見ていると意識し、モラルある行いをしなければいけないと思いましたよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、テテがファンに起こったエピソードをご紹介しました。彼が伝えたかったのは、フ
ファンや BTS メンバーの身を守るために大切なことで、決して感情的に怒ったのではないことが分かりましたよね。温厚なテテですが、悪いことは悪いと言いにくいことでもはっきり伝えるメンバーでもあります。本心を伝えるのは、テテがファンを信頼している証ではないでしょうか。